はいどうも皆さんこんにちは、カニゴでございます。本日の食材がこちら、岩牡蠣っていうことでね、それではこちらをさばいていく。ダメ。はい、改めまして本日の食材がこちら、天然物の岩牡蠣ですね。そしたらこの岩牡蠣を今日は剥いて生でね、お刺身で食べていこうかなと思います。それじゃあまずね、岩牡蠣とっても汚れてますんで、これをきれいに洗っていきます。はい、そしたらこういう感じにきれいに洗えました。そうしましたらこの上の方の殻を外していきます。横にこういう風に見た時にこっちの深い方が下になるようにしてください。そしてこう見た時に貝柱はこの辺にあります。ここです。真ん中のちょっと右、ここです。なのでここの隙間から勢いよく刺します、ナイフを。はい、じゃあこういう風に入りましたら、おいどれやめろよ、危ない危ない危ない。はい、こういう風に開きました。せーの。おらー、うおー、すげえパンパンに身が入ってる。いい岩牡蠣だ。さあ2個目、よいしょ。おー、こっちもすげえ、こっちもパンパン。ラスト。こういうね、牡蠣によって形が違うじゃないですか。でも隙間っていうのは一緒で、ここが隙間です。全部当たりでしたね。はい、ではこういう感じに上の殻が外せれましたと。そしたらこの身をね、外してあげます。まだここね、貝柱がついてますんで、貝柱を外していきます。はい、そうすると、はい、このように身がね、綺麗に取れますんでね。ではこのように殻と身が外せれましたと。そしたらね、この殻も器に使いますんで、洗ったんですけど、基本牡蠣の殻っていうのはものすごい汚いものだと思っておいてください。さっき洗ったけど、さらに煮沸消毒していきます。だいたい熱湯にね、3分ぐらいつけとけばね、OK。はい、そしたらこちらの牡蠣のむき身を掃除していきます。掃除の仕方いろいろあるんですけども、大根おろしやったり塩でやったり、今日はね、片栗粉で掃除してあげます。こういう風にね、片栗粉をまぶして振ってあげるんですよ。片栗粉にね、細かい牡蠣の汚れがつくんですよ。そしてある程度ね、汚れがこういう風に出てきましたら、これを水洗いします。はい、綺麗になりました。よかった、今日片栗粉触らんで済んで。もうそろそろいい感じかな。こうやって裏側についてる藻がね、緑色になってきたら OK ですね。生牡蠣ってここに口をつけてズルってするじゃないですか。で、口をつけるときにね、ここにね、たくさんばい菌がついてると、その菌が漏れなくもう体の中に入ってきますんで、当たるんですよね。なんでこの殻の煮沸はね、大事なんですよね。はい、こういう風にね、煮沸消毒できたら、これを冷やして盛り付けていく。完成。いただきます。カニがいる。かわいい顔しとるな、このカニ。うわ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 。ウーパールーパーみたいな顔しとる、このカニは。よし、じゃあ食べていこう。今日はこのタバスコとレモンのスタイル。もともとタバスコって生牡蠣のために作られたソースなんですよ。だからすっごい合うんですよ。タバスコを2滴ぐらい。2滴ぐらい。で、そこにレモンをギューッと絞る。最後の1滴までしっかりと。よし。じゃあいただきます。魚介類の中で一番うまい。僕ね、魚介の中で一番好きな食べ物は生牡蠣なんですよ。うますぎる。で、この岩牡蠣はまたこの真牡蠣と違ってね、若干渋みみたいなのがあるんですよ。それがまたうまい。今日はこれしかない。もうこれ以外は考えない。銀色のやつ。コップにも銀色のやつ。7対3。いただきます。うめえ。
ビールからのタバスコ2滴、レモンジャンキュワー絞って、うまい。それじゃあ食べていきます。いただきます。お手、はい、お手は、はい、偉い。ごちそうさまでした。言うことなし。もう100点です。もうこの生牡蠣以上に美味しい魚介は僕はもう知りません。岩牡蠣はね、夏が旬の牡蠣なんで、今からが美味しくなりますんでね。今日のこの岩牡蠣は天然物なんですよ。天然物はあんま生食ではおすすめしません。生食で食べれる牡蠣っていうのはもうそれなりの基準をクリアした海域で取れた牡蠣を、何日か1日か2日ぐらい保存水の中でしっかりと殺菌して、で初めて生食用の牡蠣っていう表記がつけれるんですけども、もう天然物はね、どこの海域で取れたのかもわからないし、保存水処理もしてないんで、まあ食べ過ぎ注意ですね。はい。いやーでも美味しかった。ちなみに今日のこの岩牡蠣が1個130円でした。それじゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。